Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本語を聞き取るのは難しいって思ったことはありませんか？この一つの原因に僕たちがよくスラングを使うからだと思います。せっかく教科書でたくさん勉強したのに、いざコミュニケーションを日本人としてみると、全然違うじゃんっていうことがあると思います。僕も昔イギリスの大学を見に行った時に、すごくフレンドリーな先生がいて、Hey, what's up? って話しかけてくれたんですよ。でもその時どういう意味かわかんなくて、What's up?What's up? もう最初のコミュニケーションすらできなかったんです。なんで How are you? じゃないの？ちゃんと How are you? って言われたら、ちゃんと僕たちも学校で6年間英語を勉強してるので I'm fine, thank you, and you? っていう風にパーフェクトに答えられたんですよ。でもその時は What's up? って何か聞かれてるのは分かったんで、何か答えないといけないなって思って、なんか言えることないかな。Hey bro? もうすごく失礼。とにかく映画で聞いたことあって、結構フレンドリーな感じの言葉を返そうって思ったら Hey bro って言っちゃいました。でも I'm fine の方がちょっとすごく冷たい気はするので Hey bro の方がちょっと面白くて、個人的には良かったんじゃないかなって思います。こういう風に僕たちの会話では、スラングみたいなのがたくさん使われてるんですよね。もちろん僕たち日本人も普段からたくさんよくスラングを使っています。皆さんもネットとかだとよく日本語のスラングとかちょっと見るかもしれないんですけど、今日は僕たちが日常生活で使うスラングを紹介したいと思います。僕が最初にフレーズを言うので、皆さんは意味を想像してどういう風に僕に返すかなっていうのを考えてみてください。一つ目、明日の映画ドタキャンしないでよ。ドタキャン、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 ドタキャン。何やってんだろう俺。ちょっと俺疲れてるのかな。かわいいね、かわいい。ドタキャンしないでよの意味は、急にキャンセルしないでよの意味になります。土壇場にキャンセルしないでよがドタキャンです。この土壇場っていうのはイベントが始まる直前のことなので、土壇場でキャンセルしないでよっていうのはギリギリのところでキャンセルしないでよっていう意味になります。実は僕も明日デートするんですよね。二つ目、実はさ、昨日どうしても欲しかった本があったからネットでポチっちゃったんだよね。このポチるはオノマトペから来ています。インターネットで買い物をしたという時の言葉です。もう最後の購入ボタンを押す、この時にポチって音が鳴るのでポチるです。3つ目、テスト失敗したの？ドンマイ。このドンマイの意味は、気にしないで次があるよっていう意味なんですけど、でもこれ普通英語だったら never mind とかそういう感じで I don't mind, don't mind じゃないと思うんですよね。どういうこと？テストで失敗した？ Oh, I don't mind. Yes, you don't mind. どういうこと？よく僕たちはスポーツのチーム戦で敵と戦ってる時に仲間がミスしちゃった。この時にdon't mind っていう風に言うんですよ。It's okay. I don't mind って言ってる人がいたら、いやめっちゃ気にしてるじゃんっていう風に思いますよね。ですので僕たちはdon't mind って言ってるんですけど、それは I don't mind の意味じゃなくて never mind の意味で使っています。4つ目、それな、マジ草、それな、マジ草、全部スラングです。それなの意味は、いや本当にそれわかるっていう時にそれなという風に使います。マジは本当にの意味をすごくカジュアルに言った言葉になります。そして多分みんなが知っている草、これは実は日常会話でも使うんですよ。でもそれなもマジも草もちょっとカジュアルすぎて、若い女の子、ギャルみたいな人たちが使ってるイメージがあります。ですので僕のお母さんもお父さんもおじいちゃんおばあちゃんもそれなとか草は絶対使わないです。僕の妹は大学生になったのでこういうのを使います。僕もまだ若いんでこういう言葉とかはよく使います。5つ目、ねえねえ見てあの人、あたおかじゃない？あたおか？あたおかって誰？
これ人の名前じゃないですよ。頭がおかしい人のことを縮めてあたおかです。いないと思うんだけど、もし本当にあたおかっていう名前の子がいたら、ごめんね。辛い？それな。どんまい。6個目。明日久しぶりに一面と会うんだ。一面も2つの言葉が合わさってできています。これはいつものメンバーの意味です。でも僕使ったことないんですよね。これっていつも遊ぶメンバーがいる人たちが使う言葉なので、僕とか、皆さん、僕たちはこの言葉っていらないんですよ。でももしよかったら、僕たち一面になりません？もう一面いる？いるんだ。今日のコメントで草とかドンマイとかたくさん書くのやめてくださいね。僕全然かわいそうじゃないんで大丈夫です。絶対書くだろ。待って、絶対書くでしょ。で、もうちょっといいコメントにしない？めちゃくちゃ急にアンチコメント僕増えちゃうから草とかドンマイとかは書かなくて大丈夫です。皆さんの知っている違うスラングとかをぜひ書いてください。よろしくお願いします。今日この動画で初めて僕のチャンネルを知った人は、なんかこの人すごいアンチコメント来てるんだけどっていう風になっちゃうんで、その人たちは勘違いしないでくださいね。皆さんありがとうございました。